霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著18龍神の話。山の修行場へ移ってからの私はなんとはなしに気分がよほど晴れやかになったらしいのが自分にも感じられました。主なる仕事はやはりご神前に正座して精神統一をやるのでございますが、ただ合間合間に私はよく外へ出て辺りの景色を眺めたり鳥の声に耳を澄ませたりするようになりました。前にも申し上げた通り、私の修行場の所在地は山の中腹の平ら地で、崖の上に立って眺めますと立木の隙間からずっと遠方が目に入り、なかなかの絶景でございます。どこにも平野らしいところはなく、見渡す限り山また山、高いのも低いのも、また色の濃いのも薄いのもいろいろありますが、どれも皆樹木の茂った山ばかり。尖った岩山などはただの一つも見えません。それらが都営旗絵に重なり合って絵巻物を繰り広げているところは全く素晴らしい眺めで、ついうっとりと見とれて時の経つのも忘れてしまうくらいでございます。それからまたあちこちの木々の茂みの中に何とも言えぬ美しい鳥の音が聞こえます。それは昔鎌倉の奥山でよく聞き慣れたホトトギスの声に幾分似たところもありますが、しかしそれよりはもっと冴えて賑やかで、そして込み入った音色でございます。ただ一人の話し相手とでもない私はどれだけこの鳥の音に慰められたか知れませぬ。どんな種類の鳥かしらとある時念のためにおじいさんに伺ってみましたら、それはこちらの世界でもよほど珍しい鳥で、限界には全然住んでいないと申すことでございました。もっとも音色が美しい割に毛並みは案外つまらない鳥で、ある時ふと近くの枝に止まっているところを見ると、大きさは鳩くらい、幾分限界の鷹に似て頸部に長い毛が生えていました。愉快な鳥でもやはり声と毛並みとは揃わぬものかしらと感心したことでございました。もう一つここの景色の中で特に私の目を引いたものは、向かって右手の山の中腹に青葉隠れにちらちら見える一つの荷塗りのお宮でございました。それはほんの三尺四方くらいの小さい社なのですが、見渡す限りただ緑の一色しかない中に、そのお宮だけがくっきりと赤く冴えているので大変に目立つのでございます。私の心は次第にそのお宮に引きつけられるようになりました。で、ある日おじいさんが見舞われた時、私は尋ねました。おじい様、あそこに大層美しい荷塗りのお宮が見えますが、あれはどなた様をお祭りしてあるのでございますか？あれは龍神様のお宮じゃ。これからはわしにばかり頼らず、直に龍神様にもお頼みするがよい。龍神様でございますか？私は大変意外に感じまして、一体それはどういう神様でございますか？そろそろそちも龍神との深い関係を知っておかねばなるまい。よほど奥深い事柄であるから、とても一度で腑には落ちまいが、そのうちだんだん分かってくる。おじいさんはあたかも寺子屋のお師匠さんといった面持ちで、いろいろ講釈をしてくださいました。おじいさまはこんな風に説き出されました。龍神というのは、一口に言えば元の生き神。つまり人間がこの世に現れる前から、こちらの世界で働いている神々じゃ。時として龍の姿を表すから、龍神にはそういないが、しかしいつもあんな恐ろしい姿でいるのではない。時と場合で優しい神の姿にもなれば、また一つの丸い玉にもなる。現にわしなども龍神の一人であるが、
そちの指導役として現れるときはいつもこのような老人の姿になっている。ところでこの竜神と人間との関係であるが、人間の方では何も知らずに最初から自分一つの力で生まれたもののように思っているが、実は人間は竜神の分霊、つまりその子孫なのじゃ。ただ竜神はどこまでもこちらの世界のもの、人間は地の世界のものであるから、遊から剣への移り変わりの仕事は誠に困難で、長い年月を経てようやくのことでものになったのじゃ。詳しいことは後でおいおい話すとして、とにかく人間は竜神の子孫。そちとても元へ遡れば、やはり去る尊い竜神様の見据えなのじゃ。これからはよくそのことをわきまえて、あの竜神様のお宮へお参りせねばならぬ。また折を見て竜宮会へも案内し、乙姫様にお目通りをさしてもあげる。おじいさんのお話は何やら回りくどいようで、なかなか当時の私の腑に落ちかねたことは申すまでもありますまい。ことにおかしかったのが、竜宮会だの乙姫様だのと申すことで、私は思わず笑い出してしまいました。まあ、竜宮などと申すものが実際この世にあるのでございますか。あれは人間の作り事ではないでしょうか。決してそうではない。とおじいさんはあくまで真面目に。人間界に伝わるあの竜宮の物語は、実際こちらの世界で起こった事実が幾分尾ひれをつけて面白おかしくなっているまでじゃ。そもそも竜宮と申すのは、あれは神々のおくつろぎ遊ばすところ、いわば人間界の家庭のごときものじゃ。前にも述べた通り、こちらの世界は作り付けの限界とは異なり、場所も家屋もまた姿も、皆思いのままにどのようにも変えられる。で、竜宮界のみを竜神の世界と思うのは大きな間違いで、竜神の働く世界は他に限りもなく存在するのである。が、しかし、神々にとりて何よりも嬉しいのは、やはりあの竜宮界である。竜宮界は主に乙姫様のお指図で出来上がった家庭的の理想郷なのじゃ。乙姫様とおっしゃると、それは竜宮界で一番上の姫神様で、日本の昔の物語に豊玉姫とあるのがつまりそのお方じゃ。神々のお好みがあるので、他にも様々な世界があちこちにできてはいるが、それらの中で何と申しても一番立ち勝っているのは、やはりこの竜宮界じゃ。すべてがいかにも清らかで、優雅で、そして派手な中に、何とも言えぬ神々しいところがある。とてもわしの口で述べ尽くせるものではない。そちもなるべく早く修行を積んで、実地に竜宮界へ行って、乙姫様にもお目通りを願うがよい。私のようなものにもそれが叶いましょうか。それはもちろん叶う。いや、叶わねばならぬ深い因縁がある。何を隠そう、そちはもともと乙姫様の筋を引いているので、そちの竜宮行きはいわば一種の里帰りのようなものじゃ。おじいさんの述べるところは、まだしっくり私の胸にはまりませんでしたが、しかしそれが一方ならず、私の好奇心をそそったのは事実でございました。それからの私は絶えず竜宮界のこと、乙姫様のことばかり考え込むようになり、私の誘拐生活に一つの大切なる転換期となりました。が、私の竜宮行きは、それからしばらく過ぎてからのことでございました。